関東最大のパワースポットと言われる三峯神社。なかなか手に入らないレアアイテム、白いお守り。不思議なパワーを持つ、ご神木。世にも珍しい、三つ鳥居。石畳に突如現れた、龍神様。関東最強のエネルギーを持った神社と言われ、スピチュアルな要素がてんこ盛りです。体調が悪い時は、神社のとても強い気に負けてしまうと言われているので、強い心を持って参拝しましょう。今回は、三峯神社の奥宮に行ってきました。舐めたら危険。三峯神社の奥宮への行き方と装備準備。奥宮といっても、神社のすぐ奥にあるわけではなく、標高1329メートル、妙法ヶ岳の山頂に鎮座しています。三峯神社の本殿からは片道1時間半かかります。参拝時間や休憩時間を含めて、往復で約3時間です。崖をよじ登ったり、崩落の跡がある道を渡ったり、ハイキングというより登山の方が近いです。それこそ強いパワーを放つ霊山なので、舐めたら危険です。次は、持ち物と服装についてです。登山用シューズ。スニーカーの場合は、歩き慣れたもの。レインコート。服装は夏でも羽織れるものは必要。熊よけの鈴。飲み物と食べ物。非常食。山の天気は変わりやすく、三峯神社付近は晴れでも奥宮周辺は雨だったりするのでレインコートは持って行った方がいいです。と言いつつ、自分はカメラとペットボトルの飲み物以外は持って行きませんでした。しかも、14時半頃の遅すぎる登山開始。完全に舐めすぎですね。準備ができたら、いざ、奥宮まで出発。実は三峯神社参拝後に、思いつきで奥宮まで行くことにしたんです。時刻は14時くらい。山道は夕方になると暗くなってくるので危険です。奥宮に行く場合は、13時くらいには本殿を出発しましょう。また、雪の恐れのある11月から4月までは閉山します。三峯神社から奥宮までの距離は 2.5km ですが、急な上り坂が続くので、登山に慣れてない人は1時間半はかかります。霊的なものを感じさせる並木です。スタート地点は緩やかな上り坂ですが、これで安心したら痛い目に遭います。10分ほど足を進めると第一の鳥居が見えてきました。鳥居には、熊出没注意の張り紙が。引き返すなら今しかない、と逡巡していると、登山慣れしてそうなご老人やら華奢な女性とすれ違いました。これだけ人がいれば、も音に気がついて逃げるでしょう。これは行くしかない。少しずつ、急な上り坂になってきました。上り始めてから30分。第二の鳥居が見えてきました。第二の鳥居付近は、平野部より一足も二足も早い紅葉が現れ、目を楽しませてくれました。三峯神社本殿までの距離は 1.1km、奥宮までの距離は 1.4km。この時点で急な坂になっていましたが、疲れはなく余裕でした。新宿や池袋発の三峯神社の奥宮ツアーがあるらしく、この険しい山道でもすれ違う人は結構いました。休憩所があります。思い返せば、この休憩所が地獄への入り口だった気がします。急に山道が険しくなり、霧がかかってきました。登り始めてから約50分。第3の鳥居がようやく見えてきました。第2の鳥居からだいぶ距離があった気がします。第3の鳥居を過ぎると、意味不明な山道が続きます。これより先は、小さな子供は危険ですね。人気のパワースポットですので、無茶してでも行きたい気持ちはわかりますが、小学生の高学年くらいじゃないと危ないかも。登り始めてから1時間。ようやく第4の鳥居に着きました。第1から第3の鳥居は立派な作りでしたが、第4の鳥居だけボロくて小さな鳥居です。この写真は道です。道。崖の横にかろうじて足の踏み場のある道。ボロボロの橋。これはいつ崩れ落ちてもおかしくないような橋。橋は足の踏み場である板が腐り落ち、釘がむき出しになっていました。いよいよ最後の鎖場です。この鎖を使ってよじ登るのです。登り始めて1時間20分。標高1329メートル、
妙法ヶ岳の山頂の三峯神社の奥宮に着きました。小さいのですが、ピリピリとスピリチュアルを感じさせてくれます。この奥宮の山奥で年に2回。5月と10月に祭りが開催されるそうです。もちろん車では来られない位置にありますが、どうやって作ったのか不思議ですね。霧で下界は見えません。奥宮からさらに奥に行くと、霧母ヶ峰、雲取山へと続きます。帰り道。奥宮から三峯神社の駐車場までは30分で着きました。かなりスピードを出して下山したつもりでしたが、途中で忍者のようなスピードで下山するラブラブ夫婦に抜かれました。帰りは駐車場から出ている最終バスで三峯口駅まで行きました。もうすでに真っ暗。